ごちそうさまチャンネルは男子おつまみ、山菜3種を使ったおつまみです。うるいとタラの芽、それからフキノトウを使うんですね。うるいののり酢味噌、噛んだ後に少しだけねっとり感があるんですよね。それが美味しいんですよね。タラの芽のバター炒めですね。これ美味しい、もう絶対。フキノトウを使ってふき味噌作ります。これは割と定番的なふき味噌なんですけど、ふき味噌こうやっても美味しいぞみたいなこともやろうかなと思ってます。もう絡めていく感じですね、衣的に。歯切れがいい、美味しい。店だったら頼むもんね。これぞ大人の味ですよ。この3つ酒に合いますよ。今週の男子おつまみはですね、山菜3種を使ったおつまみです。山菜というとスーパーには売ってるけれども、天ぷらかな、なんか料理決まってきちゃうイメージなんで、なかなか皆さん手に取りづらいと思うんですけど、山菜の食べ方はたくさんあります。今日はうるいとタラの芽、それからフキノトウを使うんですね。を使って、3種類のおつまみを作っていきます。まずはですね、うるいののり酢味噌という料理を作っていきます。これうるい、皆さんよく売ってますよ、これスーパーで。うるいをね、あんまり生食できるっていうのを知らない方が多いんですよね。これ生で食べた方がはっきり言って美味しいと思います。で、今日は氷水に1回つけて水気切った状態ですね。そうするとパリッとします。その状態から作った方がいいと思いますね。材料なんですけど、うるい、白味噌、すし酢、海苔の佃煮、ご飯にぬりぬりするやつですね。あと和がらし、こんだけです。まずですね、酢味噌作っちゃいます。白味噌なかったら普通の味噌でもいいんですけど、ちょっと塩分量と甘みですね、加減した方がいいと思うので、お砂糖を足した方がいいです、その場合は。ですし酢もそうですね。普通の酢でやるんならお砂糖で、海苔の佃煮と、これ3つともちょっと甘みがある食材っていうか調味料なんですよ。なのでお砂糖の加減だけちょっと気をつけてくださいね。で、和がらしでちょっとだけ辛みというか、香りですかね、どっちかというと目的は。で、こうちょっと重めの衣が出来上がりますね。感じた。で、そしたらうるいです。多分取る時に途中から切って取ってるので、ここの断面硬いんですよ。で、噛むとちょっと歯触り悪いので、ここだけ少しだけ落とします。食べやすいサイズ5センチぐらいでいいと思います。ドスドス入れて全体あえると。で、葉っぱを突き刺さないようにちょっと気をつけてもらって。なんかね、うるいって噛んだ後に少しだけねっとり感があるんですよね。なんつったらいいの、ネバっと感っていうのかな、それが美味しいんですよね。そしたら盛り付けです。これはね、結構箸休め的にもいいと思いますし、衣もしっかりまとってますけど、そんなに重くないので量食べられるレシピだと思いますよ。これで1品目ですね。はい、続いてはタラの芽のバター炒めですね。タラの芽はバター炒めすると美味しいんですよ。これがちょっと香り高いアスパラみたいな感じですかね。材料ですけれども、タラの芽、オリーブオイル、バター、塩コショウ、もうこのすごく素朴なメニューです。で、タラの芽なんですけど、この取ったところのやっぱり周りがちょっと硬いんですね、この部分が。なのでこの部分だけ薄く削っていきます。もうこの下処理だけですね。ちょっと時間かかる。山菜も本当のね時期になるとすごい安く出てたりするので、そういう時にいいと思いますけどね。ちょっと外側のこの葉っぱもちょっと触ってみて、硬いのがあったらそれだけ外してください。ちょっと歯触り悪くなるんで。硬いのなかったらそのままでいいですね。から火つけて、あと火入れるだけですね。まずオリーブオイル、これバターとオリーブオイル半々ぐらいでいきます。バターだけでやっちゃうとちょっとタラの芽に火が入る前にバター焦げる可能性があるので、ちょっと香りを最後移すぐらいのイメージでバター炒めですね。油温まったら入れていきます。やっぱり山菜ってそれこそザ・旬って感じがするんですよね。だからできるだけ僕は子供に食べさせたいんですよね。その時その時のなんていうかな、美味しいものをちゃんと感じたいんですね、必ず。焼き目ついたら裏返して、ちょっと火弱めて、この後蓋して蒸し焼きにしていきます。表面ばっかり火が当たっちゃってちょっと火通り時間かかるんで、これで蒸し焼きします。感じですね。これ分かりやすいんですよ。後ろ見てちょっと透明感があるんですね、この軸の部分に。そしたらもうほぼ火通ってますね。
ここでバター入れてバターの香り移します。でお塩、まあ、適量ですね。1つまみぐらいでいいんじゃないですかね。で胡椒 OK です。で盛り付け、これで完成ですね。3品目は、ふきのとうですね。ふきのとうを使ってふき味噌作ります。まあこれは割と定番的なふき味噌なんですけど、ふき味噌こうやっても美味しいぞみたいなこともちょっと後で後ほどやろうかなと思ってます。で材料ですけど、ふきのとう結構小さくてコンパクトでいい感じですよね。普通の味噌、家にある味噌で大丈夫です。みりん、砂糖、酒、それからごま油って感じですね。ふきのとうを切っていきますね。まずここの部分、この軸の部分ですね。こうなってるものをこう摘み取ってるわけですよ。こうやってね、こうやって摘み取ったここの部分は硬いんですよ。時間が経ってる。だからここだけ少し落とします。こういう感じで、この後刻んでいきます。で切るとすぐにアクが出てきて色変わります。そのままおそらく長時間放置してたら苦くなります、すごく。なので切ったら手早く調理、これルールですね。まあ後々火にかけるのですごく細かく切らなくても大丈夫だと思いますね。縦と横に5ミリ幅ぐらいで切ってきゃ十分じゃないですかね。ほら、この切ったそばからこちら側がもう茶色くなり始めてるわけですよ。そしたら火にかけていきます。まず火つけて、ごま油ですね。これサラダ油でも OK ですけど、僕はごま油の方が美味しいと思います。ごまの風味が入って。でちなみに青森県だとバッケっていうんですね、方言で。バッケ味噌っていう名前ですね。最初何かと思いました、バッケ味噌。今ね、ふきのとう刻んだやつをごま油で炒めてますね。でこれは油回ったら他の調味料を入れていけるので、まずお砂糖入れていきます。お砂糖、みりん、お酒、お味噌、で火を落として弱火ぐらいですかね。ちょっとコト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 やっていきます。でこれで水分飛ばしていく感じですかね。で今日は結構切ってるサイズが大きいんで、ふき好きの人はこのぐらいのサイズの方が美味しいと思います。苦味しっかりあって、お酒のおつまみにちょいちょいこう舐めながらお酒飲むみたいなのが好きな方はこのぐらいがいいですね。で調味料的に使う場合はもう少し細かくしてもいいと思います。こんな感じかな。もうほぼ水分ない状態ですね。それが出来上がりですね。でふき味噌あったかくても美味しいんですけど、冷蔵庫でちゃんと冷やして食べたら美味しいと思います。ちょっとこれがまたね、お砂糖も入ってますしねっとりするんで、こういうのにちょっと入れといてちょっとずつつまんでいくっていう感じがいいんじゃないですかね。で今日は一つこれを使ってお料理を作ります。鶏肉をもう焼いてあります。塩焼きです。ただの塩コショウで。鶏肉火入れしてあるんですけど、もう一回鶏肉を温め直し、で動物性の油と相性がいいんですね、案外この苦味が。じゃあ入れます。もう絡めていく感じですね、衣的に。じゃあ盛り付けていきます。なんかね、動物性の油と絡むと何とも言えない匂いなんですよね。キャラメルとはちょっと言わないんですけど、洋風のお菓子のような匂いが一瞬するんですよ、不思議なことに。私そんなの感じたことないってアシスタントが目で訴えております。木の芽をで香り立ててなんですかね。完成でーす。じゃあ早速ね、いただきたいと思いますですよ。じゃあまず酢味噌ですね、海苔酢味噌いただきます。歯切れがいい。海苔が効いてる分飽きのこない味だと思いますね。で案外ご飯食べれるかもと思いました。今うるいでご飯なかなかないよね。タラの芽、バター炒め、これ美味しい。もう絶対もうみんなも想像できますよね、これはね。本当にね、アスパラはアスパラで美味しいんですけど、本当に香り高いアスパラって感じ。ちょっとだけ苦味もあって美味しい。これあったら、店ってあったら頼むもんね。でふき味噌まずまんま。これぞ大人の味ですよ。でも俺子供の頃から好きだったな。しっかり苦いですね。でそれを鶏肉まぶして木の芽をのせたこれちょっとやってください。本当にね、ふき味噌だとは気づかないと思います。本当独特な味になる。
割烹とか懐石とかそういうところでは出てこない味なんですよ。なんつったらいいんだろうな、ほんとクリーミーなんですよ。ちょっとキャラメルチックなこの3つ酒に合いますよ。ってな感じでね、山菜3種を使った3つのおつまみ、作りましたけれども、今日は1パック丸ごと使い切るっていう前提でやってるんですけど、まああくまでもやっぱりアイデアなので、山菜買ってきて少し天ぷらやって全部天ぷらしきれないなと思ったらこういう風にするとか、そういう風にちょっとずつ小分けにして作る時にいいんじゃないかなと思いますね。是非山菜美味しい時期に、旬のものを食べて健康な体を作りましょう。ごちそうさまでした。